今回は Photoshop で選択範囲を縮小したい、こういった疑問に答えていきたいと思います。この動画の目次です。Photoshop で選択範囲を縮小する方法。では早速見ていきましょう。このチャンネルではデザインに関わる情報を自分の経験をもとに発信しています。デザインに興味がある方や YouTube とかのサムネイルを自分で作りたい方、単純に Photoshop で楽しみたい方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では早速見ていきましょう。選択範囲を縮小するやり方ですね。そしたらですね、もうそもそもね、選択範囲がないと始まらないので、選択範囲を作りたいと思います。すでにね、選択範囲があるって方は、少々お待ちください。そしたらですね、長方形選択ツールを選びます。ショートカットは M です。M。そしたらですね、ドラッグして選択範囲を作ります。で、離します。それすると選択範囲ができました。そしたらですね、これをそのまま縮小したい。このまま何ピクセルか縮めたいっていうことだと思うので、それをやっていきたいと思います。そしたらですね、上の選択範囲から選択範囲を変更っていうのがあるので、ここから縮小を選んであげます。縮小。そうすると、どれぐらい縮めますかっていう風にピクセル数を聞かれるので、ここでは10ピクセルとして OK します。OK。これで10ピクセル内側に選択範囲を縮めることができました。はい。というわけで今回は Photoshop で選択範囲を縮小するやり方についてシェアしていきました。なんかね、こうペンツールとかで人物とかをこうパスを切った時とかに、こうちょっとね、内側に入れるっていうのが結構なんかベターなんですけど、その切り抜きたいものの内側に入れるっていうのが結構ベターなんですけど、それをですね、こうちょっとそれ忘れちゃって、こうなんていうんですか、ぴったりに縁取っちゃった時とかは結構これすごい使えるので、そういう時なんかに使うといいんじゃないかなと思います。はい。というわけで今回は Photoshop で選択範囲を縮小するやり方についてシェアしていきました。こんな感じで NEXOUT ではデザインに関わる情報を自分の経験をもとに発信しています。デザインに興味がある方や YouTube とかのサムネイルを自分で作りたい方、単純に Photoshop で楽しみたい方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。